伝説の国技館カレーと秘伝の国技館林です。今場所いかがでしたか？気合いでした。私は責任を持って自分が優勝する気で臨んだんですけど、やっぱちょっと力足りなかったので、勝てなかったらどうしようかと思ってまして、勝ち越した力士によるカラオケをちょっと皆さん。お二人これは今何を？これは一生懸命丹精込めて気持ち込めてお土産っていうんですか、お客様に、お客様に持って帰ってもらうお土産を魂込めて詰めてます。今回お土産は何が入ってるんですか？伝説の国技館カレーと秘伝の国技館林です。伝説と秘伝ですね。ちなみに今日は何名ぐらい来られるとか分かりますか？200名ぐらいですか。200人ちょっと。？200名ぐらい。これはお客様に置く作業ですね。はい、お配りします。こんななんかこう立派な会場ですごいですね。そうですね。今回初めてなるんで緊張します。緊張しますか？やっぱこんだけなんか綺麗な大きい会場だと。そうですね。はい。緊張します。浦さん今回何かやるんですか？いやーもう自分は負け越しちゃったんでちょっとはい何もしないですよ。何もなし。はい。何もしない。楽しみにしてますね。と言いつつのやつを楽しみにしてます。そんな器じゃないです。どうですか、こんななんか立派な会場での千秋楽パーティーはやっぱ珍しいんですか、このパターンは？まあ確かに着席東京はあんまないかもしれないですね。地方はあったりしますけど。全席ですか？全席着席ですね今回は。やっぱ酒井さんの断髪もあるので。緊張したりします？いや何も緊張することはないですよ。なんかやることとかありますか？今やってるじゃないですか。ああ、いやそれはそうなんですけど、なんかその始まってから。ああ、それは来ないとわからないですよ。ああ、なるほど。はい、それは来ないとわかんないです。来た人が知れるというところ。はい、わかりました。もし気になる方はぜひお越しください。ただいまより親方、力士の皆様のご入場でございます。皆様盛大な拍手でお迎えください。こんばんは。本日は、大竹部屋千秋楽打ち上げ式に、このようにたくさんお越しいただき誠にありがとうございます。来場所以降も、皆さんに喜んでもらえるような、相撲を、取れるよう自分もしっかり、指導してまいりたいと思いますので、これからも大竹部屋のことを皆さんどうかよろしくお願いいたします。本日はお忙しい中こんなにたくさん集まっていただき本当に誠にありがとうございます。こんにちは、王鵬です。来場所もしっかり勝てるよう頑張っていきます。よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。今場所いかがでしたか？気合いでした。気合い。まず勝敗の方はいかがでしたか？気合いでしたね。
勝ち越しということで、なんか今場所で良かったこととかありましたか？気合いですね。気合い。じゃあ振り返ってなんか思い出に残ってる一番というか記憶に残ってる一番はありますか？気合いですね。気合い。来場所に向けて気合い入れていきます。パワー。ありがとうございました。ありがとうございます。ノーアウトノーゴーです。今場所6勝1敗で勢いのまま名古屋で勝ち越して関取に戻れるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。今場所いかがでしたか？今場所は6勝1敗でした。今場所、はい。振り返って何かこう記憶に残ってる一番とかございますか？そうですね、今場所は特に全部しっかりいい相撲取れてたので全部印象に残ってるんですけど、そうですね、やっぱ一番は、生田目さんと相撲を取った時に押し勝てたっていうのが一個自信になりますね。はい。なんかその上でこう具体的にこういうところが良かったみたいなこととかってありますか？そうですね、大阪場所は手は伸びてたんですけど足がついていかなくて、そこを意識して稽古してたので、今場所手も足もしっかりついていけたので、やっぱやってたことがとりあえず結果にはつながったので、これからも続けてしっかり来場所に向けて稽古していきたいです。優勝決定戦、はい。惜しくも負けという形になってしまったんですけども、ご自身的にいかがでしたか？そうですね、自分が6勝1敗で全勝だった天空海さんを倒して優勝決定戦持ち込んだんで、それは責任を持って自分が優勝する気で臨んだんですけど、やっぱちょっと力足りなかったので、やっぱ反省する点がしっかり見えてきたので、そこもしっかり稽古して来場所はこの悔しさを晴らせるように頑張りたいです。結構やっぱ緊張とかってしますか？全くしなかったですね。なんか勝手なイメージですけど、なんかもう緊張みたいなああいうプレッシャーってむしろいい方向に持っていくようなイメージがあるんですけど。いや、緊張、そういうイメージでもやってるんですけど、優勝決定戦は番付に関係ないんで、ボーナスステージだと思ってやったら緊張はないですね。はい。すごいなんか今場所を通して気合いの入った相撲だったと、はい、勝手に僕も素人ながら思いました。はい。来場所に向けても頑張ってください。ありがとうございます。来場所以降も勝ち越せるように頑張ります。こんにちは、矢野です。今場所は4勝3敗で勝ち越すことができました。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。勝ち越しおめでとうございます。ありがとうございます。今場所振り返ってなんか良かったこととか悪かったこととかございますか？でもそうですね、決まり手は突き落としとか、はたき込みが多いんですけど、しっかり前に出て、相撲取れたんで、良かったと思います。踏まえて今場所で思い出に残ってるとか一番あったりしますかね？そうです、思い出に残ってるっていうよりか、そうですね、2勝目した相撲が今まで勝ったことない相手だったんで、それも土俵際まで追い込まれての突き落としだったんで、そこを勝てたのが今場所勝ち越しにつながったんじゃないかなと思います。なんかやっぱ結構土俵際ギリギリ本当に残した相撲だったと思うんですけど、はい、ああいう時ってなんかもう無意識に体がそう動くのか、それともやっぱ考えてるのかって言ってたらどっちなんですかね？あの時は、考えてでした。ちょっとまだ後ろに余裕があったんで、体ひねってっていうのができました。相撲に余裕はなかったんですけど、でも自分の中ではなんか少し気持ちになんか余裕があるっていうか、感覚に余裕があったんで。なるほど。なんか今場所を経てなんか得られたものとかありますか？でもそうですね、しっかり、前に出れてるんで、引きで決めるんじゃなくて押し切れるように今後の相撲を取っていきたいと思います。こんばんは、東新会です。今場所は4勝3敗でおかげさまで勝ち越すことができました。来場所も勝ち越しを目指して6勝も出るように頑張ります。よろしくお願いします。こんにちは、大新会です。今場所は4勝3敗で勝ち越すことができました。来場所も
勝ち越し目指して頑張ります。今場所もお疲れ様でした。お疲れ様でした。今場所振り返ってはい、何か良かったこと、悪かったことありますか？そうですね、初日は白星で挙げたんですが、そこから2連敗してしまってどうなるかなって思ったんですけど、そこから3連勝して無事勝ち越すことができたので良かったなって思います。振り返ってはい、何かこう思い出に残っているというか記憶に残っている一番ございますか？そうですね、やっぱり3勝目の時の相撲でここで勝てば勝ち越しだったんですけど、よく手伸びてたんで相手にはたきで勝ったんですけど、相撲内容としては自分では良くはないと思うんですけど、ちゃんと腕伸ばして相手を起き上がった時にはたいて、相手もそのまま落ちたんです、勝ったんで、それ良かったなって思います。やっぱ自分の相撲は伸びた方が強いんで、これからもそれを徹底して頑張っていきます。来場所に向けて一言お願いします。そうですね、来場所また番付上がりますけど、幕下狙える位置なんで、必ず幕下に戻れるようにこれからも稽古精進していきます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。こんばんは、小手です。おかげさまで勝ち越すことができました。来場所は大勝ちできるように頑張ります。応援よろしくお願いします。お疲れ様でございます。お疲れ様です。今場所いかがでしたか？今場所は4勝3敗で勝ち越すことができました。なんか今場所振り返って良かったこととか悪かったことがございますか？良かったところは怪我なく7番相撲取れたことが良かったと思います。悪かったところは引いちゃう相撲が結構あったんで、来場所は前に出る相撲で大勝ちできるように頑張ります。ありがとうございます。で踏まえて今場所でこう思い出に残っているというか記憶に残っている取り組みありますか？最初の前半で3連敗して、4連勝したんですけど、3勝3敗の相撲が、印象に残ってます。我慢して勝てたんで、来場所はもっと稽古して勝ち越せるように頑張ります。なんか僕、小手さんが変化をしているのを初めて見たんですけど、はい、あれはどういう心境だったんですか？そうですね、あんまり勝てなくて足も出なかったんで、前に出たら落ちるかなと思ってちょっとやってみようかなと思って勝ちに行きました。うまく決まってよかったと思います。じゃあ来場所も頑張ってください。はい、頑張ります。こんばんは、新屋敷です。来場所も勝ち越せるよう頑張ります。よろしくお願いします。こんにちは、新屋敷です。今場所は4勝3敗で勝ち越すことができました。おめでとうございます。ありがとうございます。今場所まず振り返ってみていかがでしたか？勝ち越しはしたんですけど、3勝1敗から2連敗して3-3までいっちゃったんで、もっと早く勝ってですね、5番6番と勝ちたかったんですけど、また来場所に向けてしっかり稽古を積んでまた勝ち越せるように頑張りたいです。ありがとうございます。3番勝ってから、ちょっと連敗が続いたということで、なんかそれの要因というか。そうですね、やっぱり向こうもですね、3番勝って調子がいい力士と当たっていくとこで、そこで勝ちきれないっていうのはやっぱり気持ちだったり、普段の
あともう少しっていうところを力入れてですね、稽古できてれば勝てたと思うので、そういうところをまたしっかり稽古して頑張ります。来場所に向けて意識していきたいこととか何かありますか？もっと体重を増やしてですね、体をしっかり鍛えて、怪我しないように、体調崩さないようにしっかり体調管理も含めて頑張っていきたいです。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。こんばんは、森原です。来場所も頑張ります。じゃあ、森原です。今場所は1勝6敗でした。今場所もお疲れ様でした。ありがとうございます。浦田さん、今場所振り返ってまずいかがでしたか？今場所はそうですね、初日から3連敗してしまったんですけど、前に出れてる相撲もあったので、取り組みはいい取り組みができたと思います。じゃあその中でも浦田さん的に思い出に残っているというか、記憶に残っている一番ありますか？中身の一勝を上げた取り組みです。理由を聞かせていただいてもよろしいですか？その3連敗してしまって、ちょっと焦りじゃないですけども、このまま勝てなかったらどうしようかと思ってまして、そうですね、前に出ればいつか勝ちが出てくると思ったんで、とりあえず前にだけ出ました。今場所なんか意識したこととかありましたか？怖がらずに前に出る相撲を取れば勝てると思ったので前に出ました。じゃあ今場所を経て何か得られたこととかございますか？1勝6敗で負け越してしまったんですけど、前に出る相撲を続けてたらいつか勝ち越せると思うんで、勝ち越せるように頑張ります。じゃあ今場所もお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。鈴木です。来場所はいつも取れるように頑張ります。よろしくお願いします。須崎なんですが、約1年休場して、少しずつ、リハビリも重ねながら、ここまで来ました。来場所、名古屋場所よりですね、序の口でまた、復活する、今、運びとなってますので、皆さんぜひ期待してください。あと、今ちょっと終わりそうだったんですけど、もう一人、研修生ですね。はい。まだ入門まではまだなんですが、先場所、大阪場所より研修がスタートした自己紹介しますんで、皆さん聞いてください。こんばんは。モンゴル出身の研修生のラオ・バースレイ・メンバーと申します。メンバーっていうふうに呼ばれてますので、よろしくお願いします。はい、まだ研修生で、このままうまくいけば、来年の1月、前相撲を取れるかなというところです。また皆さんよろしくお願いします。今場所振り返っていかがでしたか？そうですね、部屋としてね、6人の力士が勝ち越したということが一番大きいんじゃないでしょうかね。で王鵬をはじめ他の若い人もね、負けた力士もね、取り口的にはもう全然いい相撲を取ってました。これまた来場所楽しみだなってちょっと思っております。なので今場所の力をですね、またさらに来場所につなげてどんどん稽古してね、やっていってほしいなと思っております。今場所だけじゃダメな、やっぱり来場所再来場所とね続けていかないといけないから、これからもねどんどん稽古を頑張るしかないですね。はい、良かったです今場所は。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今場所、終わりましたけども、いかがでしたか、ご感想は。そうですね、いつもそうなんですけど、
15日間緊張感を持ってやって、で今場所は特に優勝決定戦をやったので、やっぱり緊張感はいつもみたいにありました。15日間なんとか頑張りましたね。部屋のみんなも頑張ってくれたんでよかったと思います。本場所面白かったと思います。部屋もみんなもだし、いろんな関選手ね、休場した多かったから、その中でみんな頑張ってくれたと思います。大竹部屋チャンネル、今場所、最後2番変化してるんですけど、ちょっとコメント欄で叩いて、ちょっとやらせてほしいです。来場所は7番変化7番変化で全勝優勝目指します。全部変化っていうのは嘘なんですけど、全部ここからもう対戦相手にあれしとかないと、揺さぶりかけとかないと。そう、何するか分かりませんので、自分は、そこはもう考えていただいて、皆さんでも負けないように頑張ります。近いです。勝ち越した力士によるカラオケをちょっと皆さん、さあトップバッターは我こそはという新屋敷、いきます。東京都江東区出身、大竹部屋の高校です。お疲れ様でございます。お疲れ様です。今場所振り返っていかがですか？そうですね、まず全体的に勝ち越しが多かったっていうのは、すごく良かった場所だなとは思いますね。はい。なんか具体的にございますか、何か。そうですね、今場所やっぱり王鵬ですよね。
終盤6連勝で9勝6敗、幕内上位ですから対戦相手も、三役以上みんな対戦する番付ですからね、そこで9勝6敗っていうのは大したもんだなと思います。それだけやっぱ自力もついてきてると思うので、まだ番付上ありますからね、そこをしっかり狙っていけるように自分も稽古場でもですね、本人も考えて稽古から取り組んでやってますんで、そういうところはすごく、頼もしく、自分が思うこともしっかり、指導しながらですねやっていけたらと思いますね。またあと無道法ですよね。6勝1敗で優勝決定戦まで行ったんですけどね、優勝決定戦は負けてしまいましたけど、6勝1敗、あと最後の相撲ですよね。全勝の力士を倒してのやっぱり6勝目を挙げたっていうところもすごく大きいのかなと。これをまた十両に戻る足がかりに、してもらいたいなと。無道法もそうですけど、自力っていうのはだいぶ前に出る圧力っていうのもついてきてると思うので、そこをもっともっと、精度を上げて無道法のいいところっていうのを出せるように、稽古していってもらいたいなって思いますね。納屋もですね、勝ち越し、4勝3敗だったんですけども、本当に前に出る圧力、そういう馬力っていうのは、幕下でも十分通用する力を持ってますんで、そこをもっと相手に伝わるように力が、稽古場の相撲をしっかり本場所で出せるように、来場所も期待したいですね。本人も考えて、稽古場でも率先して汗かいてやってますんで、そこは心配はしてないんですけど、大震災ですね。勝ち越しではしたんですけども、ちょっとやっぱり押し込まれてしまう相撲、が多かったので、そこは、稽古場からもっともっと前に出て横の動きだったりとかいなしっていうのももっと効くと思うので、しっかり前に出る意識、いい突き押し持ってますから、そこは期待したいなと。今場所ちょっとはたいてしまう相撲も多かったんですけど、それで言うと虎鉄ですね。虎鉄も勝ち越しはしたんですけども、ちょっと立ち合い消極的というか、体大きいんですけどね、彼なりに考えて、相手がどういう相撲かというのを考えてやってるんですけども、まだまだやっぱり体のポテンシャルですごい相撲を取ってるところもあると思うので、体の使い方っていうのをもう一回、しっかり使えるように稽古場からできると、もっといい相撲っていうのも増えて幕下で定着できる力はあると思いますので、そこは期待したいですね。次新屋敷ですね。新屋敷も勝ち越し30枚目台での勝ち越しだったので、本当に新屋敷も稽古場では本当にもう3段目の力はある相撲を取ってるんで、そこをどうやっていかに土俵の上で輝けるような生き生きとした相撲っていうのを取れるようにっていうのを自分も含め考えていきたいなって思ってるものはもう3段目の力ありますんで、幕下を本人も目指したいと言ってるんで、まずしっかり3段目上がって3段目でしっかり自分の相撲を取れてこれば、また幕下が手でかかるところに行けると思うので楽しみでもありますね。森浦らは今場所星だけ見ると1勝6敗で負け越しはしてるんですけども、場所の前の稽古とかがもう、今までよりも少しできることっていうのも増えてきて、動き自体は本当に悪くなかったので、これを続けていけばなかなかやっぱりすぐに結果っていうのは出なかったりするんですけど、つながるかなと
来場所再来場所にこうつながっていくかなと思うので、引き続きそういう稽古場でも、少しできることっていうのを増やしながら、やっぱりもう一回勝ち越しっていうのをさせたいと思いますんで、本人もそこはやる気があってやってますんで、そこも期待して皆さんに見てもらえたらと思いますね。あと須崎もですね、最後の今回、相撲だけ出て、1勝だったんですけども、来場所名古屋はですね、出場する予定で、今リハビリ稽古も少しずつやってきているので、名古屋場所っていう彼にとっても岐阜県出身なので、準ご当所でもあるので、そこで須崎らしい相撲っていうのを見せてもらいたいなと思いますし、お客さんもすごい望んでると思うので、そこはしっかり場所に出れるように自分も、指導していけたらと思いますね。あとミャンがですね、研修生の、3月場所から研修生として入ってもう3ヶ月経ちますけども、部屋の力士たちとも仲良く、仕事も真面目にやりますし、やっぱり1年間、社会人やってたということで、そのブランクっていうのもあるので、しっかり体も作りながら、また研修が無事終わってですね、入門できるようにいろんなことを、今力士たちからもこう教えてもらいながら、自分もそうですけど、しっかりこう指導していけたらなと思いますね。最後に今場所限りで引退することになった酒井ですね。結果としたらですね、2勝5敗だったんですけども、最後の相撲っていうのは本当に気持ちで取った、相撲だったと思います。内容もそうですし、本当に前に出る、酒井らしい相撲で、自分も、国技館土俵でちょっと見たんですけども、お客さんも、たくさん来てくれてて、酒井のためにっていうところですね。ご家族も見に来られて、最後の相撲っていうのを目に焼き付けたのかなと。今場所は酒井の引退という寂しいこともありましたけども、ただ引退するっていうことは寂しさだけじゃなくて、次の、ステージに立つということで、スタートでもあると思うので、そこはですね、良かったかなと、力士たちも、勝ち越しも多かったので、思います。ありがとうございます。